皆さんこんにちは。とこママ情報局です。2回に分けてお届けしている愛媛松山道後温泉の旅。前回はしまなみ海道の大三島に鎮座する日本総鎮守大山積神社を参拝し、偉大なる神大山積の神の謎に迫りました。樹齢3000年のご神木、天然記念物の楠木群からパワーをもらい、大三島を後にしまなみ海道の素晴らしい景色を楽しみながら、今夜の宿泊地道後温泉へと向かいます。今回は道後温泉と松山旅レポートをお届けします。はい、ここが道後温泉駅です。駅舎がね、とってもレトロで素敵ですよね。もうね、この駅舎自体が観光スポットになっています。路面電車伊予鉄道の道後温泉駅。スターバックスコーヒーは観光地どこでもありますね。駅舎は1911年に建築された旧駅舎を復元したもので、明治時代の洋風建築の外観が美しく、周辺の街の雰囲気とマッチしています。夜間はライトアップされ、まるで映画のワンシーンのようで素敵ですね。そしてこの駅舎の横にですね、とっても可愛らしい蒸気機関車坊ちゃん列車が展示されています。夏目漱石が松山の中学校を舞台に描いた小説坊ちゃん。その中に登場する蒸気機関車は1888年から67年間実際に市内を走っており、小説の影響から坊ちゃん列車と呼ばれていました。昭和初期まで走っていた蒸気機関車は引退し、一旦は姿を消しましたが、地元地域からの熱い声を受け、2001年にディーゼル機関車で復元され、現在は土日祝日のみご覧のエリアで運行しています。レトロな機関車に乗って松山道後温泉の街を巡れば、タイムスリップしたような気分を味わえそうですね。坊ちゃんは夏目漱石の中編小説で、東京生まれの主人公坊ちゃんが四国の学校に赴任し、個性豊かな教師や生徒と出会い、教頭の赤シャツを懲らしめて学校を辞めるまでの1ヶ月間を描いた物語です。実は夏目漱石自身も明治28年から1年間愛媛県の中学校に英語教師として赴任していました。松山での教師時代の体験が小説坊ちゃんの元になっていると言われています。松山道後温泉にはそんな坊ちゃんがテーマのスポットがいろいろあります。で、この駅のすぐ正面にですね、こちらもう道後温泉のシンボル的な存在ですね。坊ちゃんからくり時計があります。からくり時計っていうぐらいですから、なんかからくりがあるんでしょうね。ですね、午前8時から午後10時の間、1時間ごとになんか上演って書いてある、なんかあるみたいですよ。1時間ごとですって。これは見に来ないとダメですね。坊ちゃんからくり時計は道後温泉本館建設100周年を記念し、1994年に作られました。どんなからくりがあるのでしょうか。時間まで待っていると、音楽が流れ始めました。時計盤が裏返って何か出てきましたよ。あれは坊ちゃんに登場するマドンナでしょうか。時計がせり上がり始めました。いろんなところから坊ちゃんに登場するキャラクターが出てきました。
一番下では温泉に浸かる人々も。これはかなり大掛かりなからくりですね。定時にはからくり時計の前は大勢の人が集まり、上演を楽しまれていました。ご覧のような内容、スケジュールで上演されています。駅前ですでにどっぷりとレトロな雰囲気を楽しみ、ここから道後温泉のメインスポットへと向かいます。道後、ここからはですね、アーケードになっている商店街ですね。すごく雰囲気がいい。見てください。坊ちゃんとマドンナの記念撮影スポットもありますね。結構ね、やっぱり坊ちゃんにゆかりのものとか坊ちゃんにまつわるものがね、いろいろとお土産になって売られていたりしますね。でね、結構外国の言葉もね、たくさん聞こえてくるので、外国人の観光客も多いみたいです。道後プリン、美味しそうだな。ここ結構並んでますね。ここも来たい。ここなんか大正時代にタイムスリップしたような、すごい素敵なレトロなお店、お土産屋さんですね。その名もハイカラ通りと言われるアーケード街。人力車も通っていました。ハイカラですね。道後温泉駅と道後温泉本館を結ぶこの通りには約60店舗が軒を連ねています。そして見えてきました。道後温泉といえばこちら、もう一番のね、観光スポットですね。すごい。見てください。道後温泉本館です。すごい。歴史を感じさせますね。道後温泉は3000年とも言われる日本最古の歴史を持つ温泉で、この道後温泉本館は1894年に誕生した公衆浴場です。1994年には現役の公衆浴場として全国で初めて重要文化財に指定されました。道後温泉の始まりは1羽の白鷺でした。すねが傷つき苦しんでいた1羽の白鷺が岩間から噴出する温泉を見つけ、毎日飛んできてすねを冷やしていたところ、傷は完全に癒え、元気に勇ましく飛び去っていきました。それを見た人々は大変不思議に思い、入浴してみると疲れが癒え、病気も回復したという伝説が伝えられているんです。道後温泉は白鷺によって見つけられた日本最古の温泉なのです。飛鳥時代には聖徳太子来浴の伝承も。伊予の国不土記逸文によると、596年聖徳太子が道後を訪れ、明媚な風光と良質な温泉を推奨せられ、これを記念するために湯の丘に石碑を建立されたと伝わっています。この石碑には、当時は椿が美しく生い茂り、霊妙な温泉が平等に御託を施す様はまるで樹国のようだと称えている様子が刻まれています。この石碑は我が国最古の石文の一つとして非常に重要視されていますが、今も発見されていません。こちらはそれを復元したもので、道後温泉別館飛鳥の湯の中庭に建てられています。道後には清明天皇のほか除名天皇、中野大江の王子など皇室の方々の来訪の記録が残っています。道後温泉がいかに古くからその名を轟かせていたかがよくわかりますね。
さてそろそろ良い時間です。ちょっと夕暮れ時で本館にも明かりが入ってね、すごく雰囲気がまた一段といいですね。すごい素敵です。ほら、道後温泉本館は大衆浴場と先ほどもご紹介しましたが、もちろん現在も入浴することができます。1894年、明治27年に改築が完成した近代和風建築で、レトロな雰囲気が人気の道後温泉本館。温泉街の象徴となっています。朝6時から営業していて、建物の前にはいつも入館券を買う人の行列ができています。4棟の建物で構成された3階建てで、1階が浴場、2階3階が休憩室となっており、入浴の後もゆっくりとくつろぐことができます。3階には坊ちゃんの間という部屋もあり、夏目漱石が正岡子規とともに利用したと言われています。また2階には有神殿と言われる日本で唯一の皇室専用浴室があり、これまで延べ10人の皇族が利用されたと言われています。そんな歴史を誇る道後温泉本館、実は今回は私自身時間の都合で入っておりません。宿泊した宿にも立派な温泉があり、そちらを楽しみましたが、やはり本館の温泉には入りたかったです。次回は必ず入りたいと思います。さて、道後温泉には日本神話に登場する神様も訪れていました。はい、こちらに大国主の命と宿儺彦名の命の伝説が残る場所があるのでやってきました。ここですね。これ玉の石と言われているんですけれども、ここにですね、ほら見てください。大国主の命と宿儺彦名の命の絵も飾られていますよね。伊予国不土記一文によると、大国主の命と宿儺彦名の命が伊予の国に来た際、重病にかかった宿儺彦名の命を大国主の命が手のひらに乗せて道後温泉の湯で温めたところ、たちまち元気になり、宿儺彦名の命は石の上で踊ったと記されています。その石がなんとこの玉の石。この玉の石には宿儺彦名の命の足跡が残っていると言われており、柄杓でお湯をかけてお祈りをすると願いが叶うとされているパワーストーンです。その足跡というのがどれだか分かりませんでしたが、長い柄杓が用意されているので、私もお湯をかけてご祈願させていただきました。そして大国主の命と宿儺彦名の命が祀られている神社が道後温泉本館の背後にある冠山に鎮座しています。その名も湯神社。湯神社の歴史は古く、慶光天皇が皇后八坂入姫の命とともに当地に行幸した際に道後温泉の守護神として創建されたと伝えられています。宝永4年の地震の際、温泉が出なくなってしまいましたが、湯神社でのご祈祷により再び温泉が湧き出るようになったと伝えられています。道後温泉の守護神として、また出雲の神々のご神徳により病気平癒、縁結びなどのご利益があるとされています。さて、道後温泉の名所をざっと見て回ったところで、そろそろ今夜の宿へ。道後温泉本館から歩いて3分ほど、昭和時代に建てられたホテルですが、外観は明治時代の西洋館を思わせる作り。ロビーもレトロな雰囲気が漂う吹き抜け空間。道後温泉の雰囲気にマッチしています。ホテルといってもおもてなしは旅館そのもの。夕食も地元愛媛の食材をふんだんに使った豪華な懐石料理。
お刺身や旬の食材が彩りよく盛り付けられた前菜。こちらは牛鍋。柔らかい牛ロース、明治時代っぽさが味わえます。そして愛媛といえば鯛めし。お釜で炊きたての鯛めしです。蓋を取った途端に甘い鯛の香りがふわっと香ります。釜飯ならではのおこげも。愛媛の美味しい食材を堪能できました。道後温泉本館の建物をイメージした温泉エリアのエントランス。本館では入浴できませんでしたが、道後らしさを味わえる雰囲気で十分楽しめました。3000年の歴史がある温泉に浸かって疲れも癒され、ロビーに出ると水軍太鼓ショーが開催されていました。瀬戸内海で活躍した水軍の戦いの様子や活躍ぶりを彷彿とさせる力強さでした。郷土芸能も堪能し、旅は2日目に。愛媛名物がずらりと並ぶ朝ごはんブッフェ。宇和島の鯛ラーメンに鯛茶漬け、とても充実していました。さて2日目は松山市の中心部へ。絶対に来たかった松山城。なんと本丸があるのは標高132メートルの山頂なので、ロープウェイかリフトで上がるんです。お天気も良かったのでリフトに乗って約6分間オープンエアを楽しみました。ロープウェイがあるお城は岐阜の金華山や岩国城などがありますが、リフトに乗ってお城の天守閣へというのは他にはないんじゃないでしょうか。山頂に到着。天守閣が見えてきました。関ヶ原の戦いで活躍した加藤義明公が初代藩主となり、慶長7年から約四半世紀もの歳月をかけて築城されました。安政元年に再建落成した天守は江戸時代以前に建てられた現存する12天守のうちの一つです。また城内の21棟の建物が国の重要文化財に指定されています。日本百名城、美しい日本の歴史的風土100選、また日本桜名所100選、日本の歴史公園100選にも指定されている愛媛が誇る屈指の観光名所です。ではいよいよ城内の急な階段を上って天守の最上階へ。松山市が一望できる素晴らしい景色。四国の山々や瀬戸内海も見渡せる絶景が広がります。昔は山麓の内堀が深い淵になっており、築城中に金色の亀が目撃されたという伝説があることから金亀城とも呼ばれています。長寿の象徴とされる亀、しかも金色だなんて縁起がいいですね。松山城に登れば金運や健康運が上がるかもと松山城のホームページには書かれています。今もどこかに金色の亀が住み、城を守っているかもしれませんね。そんな松山城を降りてくると、ロープウェイ乗り場の横には坊ちゃんとマドンナの銅像が立っていました。私もだいぶ昔に読んだ坊ちゃん。松山に来てもう一度読みたくなりました。そして夏目漱石と並んで松山といえばこの人物、正岡子規。明治という新時代を駆け抜けた松山出身の俳人です。近代俳句の祖と言われ、生涯に残した作品は2万3000句に上ると言われています。皆さんは正岡子規の句でどんな歌を思い浮かべますか？私はやっぱりこれ。柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺。ある意味正岡子規という名前以上に有名な俳句かもしれませんが、実は面白いエピソードがあります。正岡子規と夏目漱石は同い年で親友でした。松山で同居をしていた時期もあったようです。そんな夏目漱石がこのような句を読んでいます。
鐘つけばイチョウ散るなり建長寺。実は昨年秋に鎌倉建長寺を参拝した時の動画でも国宝の鐘楼をご紹介しましたが、その鐘にちなんで読まれた句で、正岡子規の句はその句にお返しの形で読んだのではないかと言われています。本当は正岡子規は法隆寺の鐘の音を聞いていないのではないかという説もありますが、法隆寺を読んだ句はいくつもあり、正岡子規が法隆寺に特別な思いを持っていたことは確かなようです。いずれにしても互いにその才能を認め合い、友情を育み、日本の近代文学に大きな足跡を残した2人の偉大な人物が愛媛松山という地でつながっていることにも今回触れることができました。司馬遼太郎の小説「坂の上の雲」。正岡子規の半生も描かれており、 NHK スペシャルドラマとしてご覧になった方も多いかと思います。松山には坂の上の雲ミュージアムもあり、行きたかったのですが、私たちが訪れた日はあいにく休館日。これはまた再訪しなさいということですね。というわけで松山観光もここでタイムアップとなりました。愛媛松山道後温泉観光スポット巡りいかがでしたでしょうか。いやもうね、松山城からの絶景、日本最古の道後温泉、まだまだね見どころたくさんあって、それぞれの場所ちょっとね駆け足で巡ってきたという感じなんですけれども、それでもね、温泉で、ゆっくり温まって美味しいみかんもたくさん食べて、満喫することができました。四国はねまだまだ、古いね歴史があって、神社もたくさんありますので、愛媛以外のね、四国のねいろんなところ、これからも機会があれば巡ってみたいと思いました。愛媛に来て体験してみたかったことの一つがこれ、蛇口からみかんジュース。テレビで何度か見たことがあって、どこにそんな蛇口があるのかなと思ってましたら、こちら道後温泉のハイカラ通りにありました。愛媛の食卓1970ありました。しかもずらりと並ぶたくさんの蛇口。小学校の手洗い場みたいで昭和感があっていいですね。蛇口から出てくるみかんジュースの種類は日によって違うようです。とにかく愛媛のみかんって種類がとても多いんですよね。一般に出回っているものだけでも20種類ほどあるそうです。記念すべき蛇口からみかんジュースの初体験。小さなプラスチックのカップが用意されていて、何種類かの飲み比べができるんです。最初は最近ポピュラーな晴れ姫。こんな風に専用のカップトレーもあって、いろんなみかんジュースを入れられるので楽しい。こちらは天草。この体験は本当にみかん県愛媛ならではですよね。小さなお子様も楽しめるようにお子様専用蛇口も用意されています。これお子様たちにとっては結構衝撃なんじゃないでしょうか。5種類のみかんジュースの飲み比べをしました。カップにそれぞれのみかんの名前が書かれています。さて飲み比べの感想ですが、それぞれ味が全然違う。みかんとして食べているだけならそれほどわからないのかもしれませんが、こうやって飲み比べると甘み、酸味、癖などの違いが分かりやすくて、自分好みのみかんを見つけることもできました。どれも美味しいのですが、あえて選ぶとしたらやっぱり食べ慣れた瀬戸か晴れ姫がみかんらしさがあって美味しかったです。実は松山空港にもあったんですね。他にも道の駅や観光地などいろんなところにありました。みかんをはじめ美味しいものたくさんの愛媛、また絶対行きたいです。本当に楽しい旅でした。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。